皆さんこんにちは。バナナチャンネルのナナです。見て、新しいメガネを買いました。4万円もしたんだけどどうですか？ちょっと前髪がね、今かなり短めになってしまってて、あられちゃんみたいな感じなんですけど、せっかく新しく買ったので今日はつけながら話してみます。ということで今回は久々の語り動画、ラジオ動画になります。ゆるっと最近思ったことをお話ししていく回なので、多分フルテロップをつけたりとかあんまりできないと思うんですけど、お許しください。ということで、最近なんかね、どっかにいた Vlog とかフリーランスについてちゃんとまとめて話すみたいな回が多かったので、こうやってゆるっとね、皆さんに思ったことを話す回っていうのが全然撮れていなかったので、久しぶりに撮りたいなと思って動画を回してます。私結構いろんなコンテンツに触れたり、人の話を聞いたりして、自分の中でこれってこういうことかみたいな風に思うことっていうのが日々あって、最近もいくつかそういうことがあるので皆さんにシェアしたいなと思うんですけど、1個は新たな発見っていうより、やっぱそうだよねって思ったことが、心の余裕って選択肢の多さだよなっていうことです。皆さんもね、うすうす感じているとは思うんですけれども、やっぱり自分も含めて選択肢がなくて視野が狭くなっちゃってればなっちゃってる時ほど心が追い込まれるし、もう死ぬしかないんじゃないかみたいなぶっちゃけ思ってしまったりすることもあるじゃないですか。で、その視野が狭かったゾーンからパッて抜け出した時に、なんて自分は視野が狭くなってしまっていたんだろう、なんであんな追い込まれてたんだろう、バカだったなって気づくみたいなことってあると思うんですけど、やっぱりそういう追い込まれてしまっている人とか、それこそそのせいで自ら命を絶ってしまう人っていうのを減らすっていうためには、少しでも多くの選択肢をみんなが知ってて、その選択肢をみんなが取れるような世界にするのが一番いい方法なんじゃないかなって思って、なんかすごいひどい話になってるんですけど、私無料相談もやっていて、いくつか転職したけど全然会社が合わなくてとか、転職をしようと思ってたくさん面接を受けたのに一つも受からなくてとか、あとは恋愛でも大好きな彼氏に振られてしまって落ち込んで、もう彼しかいないのにみたいなこととか、一見もう追い込まれて他に手立てがないように思えてしまう状況にいる方から、もうどうすることもできません、どうしたらいいですかみたいな風にご相談をいただくことって結構あるんですけど、それを聞いて、私はさ、当事者じゃないから冷静な気持ちでその状況を見れるし、その人よりももしかしたら私の方が選択肢を知ってる場合もあったりするから、そういう話を聞いていつも思うのは、例えば恋愛で言ったら単純な話、今はその人しかもういないんです、こんなに好きになれる人はって思ってても、しばらく時間が経ったら新しい好きな人が出てくる可能性なんて全然あるし、この前質問回答動画でもあったような、心療内科の先生に意を決して相談しに行ったのに、すごく冷たい対応をされて私の希望がなくなっちゃいましたみたいなのとかも、別に他の病院に行くっていう選択肢もあるし、オンラインでカウンセリング受けてみるとかもあるし、病院の中で先生をチェンジしてもらうとかもあるし、いくらだって他の選択肢があるはずなのに、その選択肢が見えてないから唯一の希望が消えたみたいな風に思ってしまうと思うんですよ。で、それを仕事とかのことで考えてもそうで、転職するってなったら、もう絶対にこのブランクの期間は設けずに、現職に在職中に面接受けて、ブランクなしで転職しないともう終わりなんだ、もうブランクなんか設けたらキャリアが終わるみたいな風に謎にね追い込まれちゃってる人もいるけど、実はそんなこと全くないし、会社員かフリーランスかみたいな風に考えてしまっている人もいるけど、全然他のいろんな働き方があるし、今なんてパラレルワーカーみたいな言葉もあるぐらいで、それもフリーランスの一種なのかもしれないけど、選択肢ってたくさんあるじゃないですか。で、それを知っていたら、それを選択するかしないかに関わらず、やっぱり心の余裕が生まれると思うんですよね。これしかないから続けるしかないっていう状況とさ、いろいろある中で結局自分は現実的なこと考えたり、メリットデメリットも計算した上で、別に好きな仕事じゃないけど今の仕事続けようって思うのとではやっぱ全然心の余裕って違うと思うから、うつとか適応障害とかになってしまっている時もそうだし、私も別にもう適応障害っていう症状自体は克服したって思っているけど、やっぱり気分がうつっぽくなってしまうこともあるけど、そういう時ってもうほぼ100発100中視野が狭くなってしまっている時なんですよね。だから心の余裕を持ちたいなって思っている人は、自分が余裕がなくなってしまっているジャンルごとにもっと選択肢をたくさん知ってみるっていうことをすると、心の余裕ができるのかなって最近改めてね思ったし、私のこの YouTube でやっていきたいことっていうのも、今選択肢を知らないからこそ苦しんでしまっている、追い込まれてしまっている人にとって、少しでもこういう
働き方もあるんだとか、そういう人生もあるんだっていう風に知るきっかけになってくれたらいいなと思ってやっているところがすごく大きいので、やっぱり選択肢ってたくさんあればあるほどいいよなっていう風に思いましたね。あと最近もう一個私が自分こういう人でありたいって思っているなって気づいたことが、他の方の YouTube のチャンネルを見ていて、モテるコミュニケーションする人ってパッて会ってその人が確実に気にしてるであろうなっていう部分について無視を貫くっていうことをお話しされていて、私別に自分がモテてると思わないし、モテのためにやってるわけじゃないけど、自分確かにそういうことを今までやってきたなって思って、おそらくその方に会った時に私以外の人が一番に目がいったりとか言及しそうだなっていうところについては、基本的に私はね絶対に触れないんですよ。中高とかって外国人の子がいたら、その子ってやっぱり自分の人種が違うっていうことを気にしてたりする人もいると思うんですけど、私はそのことについて本当幼稚園とか小学校レベルの時から絶対に私は言わないって思っていたし、もっとちっちゃいことでもなんかめちゃくちゃでっかいニキビができてるみたいなこともその人が気にしてそうだったら絶対にもうその日は無視を貫くし、そういうことって自分が無意識にやってきたことだったし、それでモテるとは思わないけど、それって無意識のうちに私が人に対してフラットでありたいって思っているからずっとやってきたことだから、それはこれからも続けていきたいなって思ったし、それだけじゃなくて相手の人から「いや実はさ」みたいな、誰にも言えないんだけどとか、いやこれ言ったら絶対惹かれちゃうと思って他の人に言ってないんだけどさとか、それこそそのちょっと大人な話とかでもね、いやもう友達とかにも絶対こんなリアルな話できないんだけど実はさみたいな風に相手の方から私にこう本音をぶっちゃけたくなるような、そういう存在でもいたいなってずっと思っていて、私が生きてて一番嬉しいなって思う瞬間ってやっぱりサークルでステージに立った時とか、人に褒められた時とかもちろんそうだけど、自分が大切に思っている人とか思いたいって思ってる人から実はさっていうこう本音を聞かせてもらえた時が一番嬉しいなって感じるんですよね。だからカウンセリングとか無料相談とかもやりたいって思った部分もあるし、コメント欄でこの動画にたどり着いて実は私はこうでみたいな言葉をいただけるとすごい嬉しかったりするし、恋愛関係とかでも本心をちゃんとお互い語り合うみたいなことをすごく大事にしてる気がしてて、この話の終着点はどこっていう感じになってるんですけど、自分で今改めて自分はその人がそこでジャッジをしてほしくないなって思ってそうなところでは絶対にジャッジしないでフラットでいるっていうことと、そういう自分を貫くことでその人がこの人だったら世の中的にはダメってされてることだとしても打ち明けても引かないかもとか、この人だったら本当にディープな話でもそんな話とか言わずに受け止めてくれそうだなとか、この人だったらお世辞で思ってもないこと言うんじゃなくてちゃんと本心でいいならいいダメならダメって言ってくれそうだなとか、そうやって思ってもらえる人でありたいなって最近改めてね思いました。あともう一個最近思ったのが、スタンド FM の方ではちらっと話したんですけど、嫉妬っていう感情についてでずっと私話してきてるんですけど、能力に対する嫉妬とか地位とか今その人が持ってるものに対する嫉妬っていうのは全然するんですけど、恋愛における嫉妬っていうのをほとんどしたことがなくて、彼氏が他の女の子と2人でご飯行っても本当に気にしてるけど何も言わないとかじゃなくて、マジで何とも思わないんですよ。それは2人で旅行に行こうと別に本当に何もないなら何とも思わないっていう感じで、なので私今まではその能力に対する嫉妬と恋愛的な嫉妬って全く別物だっていう風に考えてたんですけど、最近他の方の YouTube を見て思ったのは、嫉妬っていうのは別に種類が分かれてるとかじゃなくて、基本的には全ての嫉妬において自分が本当は持っていたいって思っているものを他の人が持っていた時に起こるものなんだっていうことで、どういうことかっていうと、例えば能力的な話で言ったら、自分が本当は年収2000万稼ぎたいって思っているけど稼げてないです。で近くにいる友達が余裕で稼げてますってなったら、自分が持っていたいと思ってるけど持ってないものを他の人が持ってたから嫉妬してるわけじゃないですか。私が経営者になりたいって思っていたら、同世代で経営者をもうすでにやってる女性のタレントさんとかに対して
で、嫉妬っていうほどのあれじゃないけど、やっぱりいいな、羨ましいなって思ったりするし、それは自分にないものを他の人が持っているから起きてる嫉妬ですよね。で、恋愛においても結局はそうなんじゃないかなって思って、例えば自分の彼氏が他の女性と2人きりでご飯に行きますっていう風になった時に、別に私は2人きりでご飯に行くことができるっていう権利を彼女の私だけが持っているものであるべきだなんて思ってないから1ミリも嫉妬しないけど、やっぱり人によっては2人っきりでご飯に行けるっていうのはやっぱり恋人の特権だよねっていう風に思ってる人もいるわけで、そういう人にとっては2人きりでご飯に行けるっていう状況って私だけが持っているべきもののはずなのに、他の女の人がそれを持ってる、それに対する嫉妬みたいな感じなのかなって思うし、近い距離で話してるとか泊まりに行くとか、それこそ夜の営みをするとかもやっぱり人によってはもう本当にこの人が好き、人としても異性としても大好きって思ってないとそういう営みをしたいとすら思わないじゃんっていう自分の中の当たり前がある人もいて、そういう人にとってはそういう気持ちが湧く相手って恋人である自分だけであるべきじゃんって思っているのに、その自分が持ちたいと思っているはずのものっていうのを他の人が持ってしまっていることで、なんで私じゃなくてあの子が持ってるのみたいな風になってしまうのかなと思って、皆さんはどう思いますか？普通の仕事とか人生における能力的な嫉妬みたいなところと恋愛的な嫉妬って違うと思いますか？私が思う自分にないものを他の人が持っているとか、自分だけが持っていたいと思っているものを他の人も持っているということに対する嫉妬から全ての嫉妬が起きてるんじゃないかっていう考えは合ってると思いますか？違うなって思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。あと最近もう一個だけ思ったのは、自分が想像しうる範囲のことしか起きないよなっていうこと。なんかちょっとスピリチュアルっぽく聞こえちゃったらね、申し訳ないんですけど、なんだろうな、例えば私だったら自分が年収1000万になってるみたいなことって別になるかならないかは別として想像できる範囲のことではあるんですよ。だけど自分が年収5億とかねなんか一生関わることもないであろう、こうもう社長とか社長令嬢みたいな世界の人が稼いでる分くらいのお金を稼いで自分がもう大金持ちになっているみたいな未来って正直今の私にとっては想像の範囲外のことなんですよね。とかもっと言うと、別に自分がスポーツ選手になってオリンピックでメダルを取ろうなんて1ミリも想像したことがないことだから、イメージの範囲外のことですよね。で、そういう自分がイメージしている範囲のことって起こる可能性があることだけど、想像してないものっていうのは絶対に起きないことだと思うんですよね。で、今の話聞いたらそりゃそうだろ当たり前じゃんって思うかもしれないけど、それがもっと短い期間とか小さい範囲でも同じことだと思っていて、例えば私の感覚で言うと、元彼と付き合っていて本気でこの人とうまくいきたいって思っていたし、当時は結婚したいって思っていた時期もあったし、だけどなんか自分の中でこのまま福岡にいて2人で結婚して普通の家庭になって子供生まれて幸せ家族みたいになって一生を生きて死んでいくみたいなイメージって全く湧いてこないな、なんでだろうって思ってた部分があったんですよ。そしたら本当にそういう未来じゃなくなったしあとは会社とかももちろん辞めたきっかけは適応障害とかだったけど、なんか社会人になった瞬間とか、もっと言うとその前から私って企業で雇われてずっと働いて何十年も勤め上げるみたいなイメージって自分に全く湧かないなみたいな、自分がそれやってるイメージ全然湧かないんだけどみたいな状況だったんですけど、今思えばやっぱりそのイメージできなかったことにはなってないし、自分はもっともっとちっちゃいことで言うと、今目の前にある仕事がめんどくさいって思ってる状況が一緒だったとしても、その時点の自分がめっちゃめんどくさいけど多分今日この仕事いずれは私を終わらせるなって思ってる人、マジで今日無理かもしんないって思ってる人、それね気分の問題なんですけど、やっぱりあって、終わらせるなって思ってる日はね、どんだけ目の前のお仕事がめんどくさいって思っててもねやるんですよね、その日の自分ってだし、無理だなって思ってる日ってやっぱりどれだけやらなきゃいけない状況でもなんかやらないし、だからね、自分が思い描けることに向かってしか自分は行動できないっ
って思うから、当たり前ですけど自分が大谷選手みたいになりたい、なれる未来もあるはずだって思ってるから大谷選手みたいな努力をして野球上手くなろうって思うわけで、思い描けてなかったらそんなことやろうとすら思わないじゃないですか。だからそれと同じで、思い描いたら 100% 叶うみたいなことを言ってしまうとね、ほんとスピリチュアルみたいになっちゃうと思うんですけど、その思い描けてる範囲のことだけが叶う可能性があるもので、自分が描けてない部分はこうだったらいいなとかって思ったことがあったとしても、本当に自分がそうなってる姿っていうのがリアルにイメージできなければ多分そうはならないっていうかだなって最近ね、すごく感じることがたくさん起きて、なんかそれこそ先人たちの言葉で想像できたことは全て現実になるみたいなのとかね、いろいろあると思うんですけど、全てとは言わずともやっぱり一理あるなってめちゃくちゃ思うというか、なのでちゃんとこう自分がこうなりたいなっていう風に思う未来、それはこう将来っていうレベルのものでもいいし、明日来月みたいなものでもいいから、なんかちゃんと想像してありありとイメージできる状態にしとくのって大切だなっていう風に思いましたね。ずっと海外行きたいって言ってる友達がいるけど全然行かない人とかっているじゃないですか。そういう人って多分来月旅行行ってる自分とかって実はリアルには想像できてなかったりとか、実際にチケットを取ったり予約を調べてホテルを調べてみたいなことを実行している自分のことをリアルにイメージできてなかったりするから、行きたいって言ってるけど一生行かない、行けないみたいなことになってると思うんですけど、私は旅行行きたいって思った瞬間から予約してる自分とか、もう来月そこにいる自分とかを想像できてるから、多分それって普通にあとはそれを実行するだけっていうことだしっていう、ちょっとかなり抽象的な話になってしまったんですけど、最後に私が最近思ってることをお話ししてみました。ぜひ皆さんも今日私がお話ししたことに対する感想でももちろんいいし、最近自分はこういうことを聞いたり見たりしてこういう風なことに気づきましたみたいなのがあったら、ぜひシェアしていっていただければ嬉しいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。